にわからです。にわかです。今回はハンマー G クラッシュ搭載ブロッケンギガントを作ります。前回はレースケンガーでしたね。前輪を上げることが可能かを確認します。帯の干渉を心配しましたが問題ないです。タミヤはこれを想定していた？早速改造に入ります。持ち上げ機構設置のためにサイドローラーを除去します。漫画もサイドローラーはついてなかったです。バッテリーボックスの出っ張りも除去します。なるべく平らにすることでスペースを作ります。バッテリーホルダーの出っ張りも除去します。持ち上げ機構に干渉しますからね。次にサーボの固定用出っ張りを除去します。残すと結構なスペースを占有されます。ミニ4クマ改造シリーズは内部に収めることを重視しているので、無駄なスペースがなるべく生まれないようにしています。試作の固定具にサーボを入れて収まりを確認します。干渉する箇所は除去します。これで一旦本体の加工は終了です。試作の持ち上げ機構で持ち上げ動作ができるかをテストします。回路とバッテリー群として重りを乗せます。過剰ですが越したことはないですね。持ち上げ機構はこんな感じです。肩アームで問題ないかが最も重要です。本番を考慮してバッテリーや電子部品も使用予定のものを使っています。少しは学びましたか？完璧ではないでしょうか。一発成功は予想外です。後輪がフリーなので後ろに力が逃げるかと思いました。うまくいったのでこのまま行きます。マイコンはデジスパークの AT 対280を使います。普段使っている RD のカブトムシよりも小さいです。その代わり仕様に際して設定が必要です。RD の IDE にこのマイコンを追加します。ドライバーをインストールします。インストールできてないのがありますが続行します。テストプログラムを書き込みます。LED が点滅するプログラムです。60秒以内にマイコンを接続します。書き込み中です。完了しました。LED が光りましたね。これで設定は OK です。サーボを制御するプログラムをテストします。ライブラリは標準のものを使っています。ダメです。標準のライブラリは RD のようなのでデジスパーク用のライブラリを使います。それがシンプルサーボです。使い方はよくわからないので中身を見て知ります。アタッチと、ライト、雰囲気は標準と同じっぽいのでライブラリの宣言部だけ変えてみます。コンパイルします。エラーせずにコンパイルできました。OK です。これで動かしていたのが先ほどの実験です。よく見るとさっきのマイコンです。てな感じで進めていましたが、センサのためのアナログ入力がうまくいかなかったので、結局いつものに戻しました。図工。マイコンが大きくなったため干渉部を除去します。赤外線センサで持ち上げ機構を制御します。しっかり動きました。テストはこれで OK です。テストした回路を元に実装基板図を書きます。非常にシンプルな回路なのでユニバーサル基板で実装するつもりでしたが、練習も兼ねて CNC の削り出しにします。レーザー彫刻によるエッチングは何度もやってましたが、CNC は結局一度だけでしたね。回数を重ねて勘を得ます。これで OK です。今回は CNC で削り出すので G コードを生成します。配線と外形、ドリルのデータを出力します。フラットキャムを使います。先ほど出力したデータを読み込みました。いい感じに設定します。この作業が面倒で他の方法に逃げがちです。主な設定は切削工具の直径や切削の深さ、送り速度などです。それだけで G コードを生成できることに感謝しましょう。設定が完了しました。基板を台座に固定します。CNC をセットアップします。回路を掘るので先が細い V カッターを使います。Z 軸合わせをします。V カッターと基板は同体なのでテスターをつないで接触を確認します。Z 軸を下げていきます。音が鳴ったのでここを Z 軸の原点とします。それでは削っていきます。切削完了です。無事に終わってよかったです。台座から基板を取り出します。シール剥がしヘラがあると楽です。余分な基板を除去します。ハンダ付けに移ります。
回路と配線が終わりました。ミニ四駆本体のスイッチが当たる箇所に銅板を取り付けることで、元々のスイッチで起動することができます。ターボもしっかり動いています。それでは始動します。OK です。次は持ち上げテスト。後輪が持ち上がっています。止まっていると、正常に持ち上がります。動いていると、すんの練ります。大げさに再現すると、こういうことです。持ち上げ機構が短すぎました。前輪の下までは必要です。ということで新造しました。ホイール下を通すため一体で出力しています。また、ギリギリまで補足しています。取り付けます。取り付けました。センサーの配線引っ張り防止のため切り取ります。テストします。成功です。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。できました。外見を崩すことなく機能を追加できたので満足です。また、元々ついているモーターとスイッチを使えたので気分がいいです。駆動部がそのままなのでしっかり四駆です。いつもは肉ですからね。上から見ると通常のミニ四駆です。今回もロマンを詰めることができました。ハンマー G クラッシュです。なかなかの迫力です。それでは動かしてみましょう。レッツゴー。前方に標的を確認すると、ハンマー G クラッシュを繰り出します。センサ台に針を仕込んでいます。モーターを変えます。トルクチューンです。普通にも走ります。